こんにちは、ホロロです。リビングの松永さん、7話の感想をお届けします。ごめんなさい。登場人物たちの行動に違和感を感じてしまいました。その違和感が逆に面白かったので、今回はだいぶツッコミを入れています。ちなみにこの誕生日のエピソード、原作にもあるんですが、内容が全然違うことを最初に言っておきます。本動画は前半がストーリーの振り返り、後半がピュアな成人男性の感想で構成されています。ぜひ最後までご覧ください。ドラマについて最終話までストーリーの振り返りや感想を配信していくので、チャンネル登録もお願いします。先日、当チャンネルで扱っていたドラマ、トリリオンゲームの映画化が発表されました。こちらのショート動画でお祝いをさせていただいています。リビングの松永さんに出演している向井康二さんと仲良しな目黒蓮さんが主演です。トリリオンゲームの解説、感想の動画はプレイリストからご覧いただけます。全話解説しているので映画公開前に思い出してチェックしてみてください。よろしくお願いします。学校の担任である小林先生が偶然にも小夏だったことを知ったミコ。シェアハウスの元住人であり、松永さんの元カノでもあります。ミコの心はざわつきます。松永さんに恋人がいたこと自体もショックですが、偶然の再会を2人はすごく楽しんでいるように見えます。シェアハウス内でも元住人の小夏がこの町に帰ってきたというトピックで大盛り上がり。健太郎の話によれば、松永さんと小夏の破局は非連ではなかったようです。で、どうするの？そう持ちかける健太郎。要は、また付き合っちゃうのもありなんじゃないと言いたいようです。しかし松永さんは、ありえないとばかりに釣れない態度をとり、部屋に引き上げました。ミコはショックを受けていました。ショックのあまり、部屋に引きこもっています。松永さんは勉強でもしてんじゃないかと心配してない風を装いましたが、やはり気になります。そう、松永さんは3話で話していました。誰かに自分を持ってもらえる、そういう存在がいるんだなって知るのすげえ嬉しいんだよ。かつて自分がそうしてもらったように、ミコにも寄り添います。松永さんはミコの部屋の前に座り込み話しかけました。ミコが恋で悩んでいることなど気づかない松永さんは、彼女の悩みは進路についてだと思っていました。ミコは訂正することなく、励ましの言葉に耳を傾けます。松永さんは気分転換に映画に誘ってくれました。しかし、ミコはアルバイトがあることを理由に断ります。松永さんは、それなら仕方ない、とあっさり引き下がりました。ミコは初めての給与を受け取りました。これで松永さんへのプレゼントの準備ができます。アルバイト先からの帰り道、りょうと肩を並べて歩くミコ。りょうは、ミコが松永さんに恋心を抱いていることを指摘します。図星を突かれてミコは慌てふためきました。りょうは、どう見てもそうでしょ、と努めて冷静に言いました。バレてしまったものは仕方ありません。ミコは素直に現在の悩みを相談しました。小夏には到底叶わない気がする、という考えが、ミコの気持ちを後ろ向きにさせていました。面談で何かを感じ取ったのでしょうか。ミコの中で、小夏と松永さんの中は復縁に向かっていることになっているようです。りょうは、ミコに協力することを申し出てくれました。俺たち、同期だろ。りょうはミコへの気持ちを抑え込んで、優しく言いました。小夏がミコを呼び出しました。大貫さんを通して松永さんの誕生日会に誘われた小夏は、自分が言っていいかを聞きます。ミコは焦ります。しかし断れるはずがありません。ミコの答えを聞き、小夏はおずおずと話を続けます。横兄貴ミコが持ちかけた恋愛相談。ミコは、相手が年上の男性であることを話していました。小夏はその相手が松永さんではないかと考えていたのです。再びバレていたミコ。心の片隅にある、誰かに話したいという欲望が漏れ出ているのではないでしょうか。小夏は、自分が誕生日会に行くと、その恋を邪魔してしまうのではないか、と考えていました。しかしミコはそれを否定します。自分が好きなのは松永さんではない、と嘘をつきます。推測が外れたことに驚きながら、小夏もまた松永さんに対して何の感情も抱いていないことを伝えました。それはミコにとって嬉しい誤算でした。小夏は松永さん狙いではない。ミコはアルバイト先で片付けをしながら、その喜びを亮に報告します。しかし浮かれていたミコは、誕生日プレゼントの用意を失念していました。もう誕生日は翌日です。このままでは間に合いません。そこで亮が提案をします。手作りケーキを作ってはどうかと。喫茶店の厨房が使えますし、亮も手伝ってくれます。材料も使っていい。とオーナーも協力を申し出てくれました。せっかく稼いだアルバイト代はどうするのでしょう。松永さんは編集者と会っていました。新しい広告のデザインの仕事を受けてみないかと持ちかけられるも、松永さんはいまいち気乗りしません。もともとは広告向けのデザインの仕事を受注していたのに、最近は本の想定ばかり担当しているようです。しかしご利用しされた松永さんは渋々でしたが、自分のデザインを気に入ってくれたという広告代理店に赴きました。広告デザインの仕事を継続的に発注したいというありがたい申し出がありましたが、松永さんは悩みます。過去に松永さんが広告のデザインを避けるようになった決定的な出来事があったようです。返事をぼかしたまま帰宅した松永さん。家に入ると暗かった表情は一変します。パーティーの準備は万全です。何これすげえなぁと興奮します。松永さんは30歳になりました。そしてスペシャルゲストの小夏も登場し、会場のボルテージは最高潮に。いそいそとアルコールを用意する大人たちの中、もちろんミコにはノンアルコールのドリンクが差し出されました。今になって思えば、この時から予兆はあったのです。そう、地獄のパーティーが始まります。小夏はケーキを用意していました。シンプルなチョコレートケーキの上で、イチゴとサクランボが宝石のように艶めいています。それを見た亮が気まずそうにミコに話しかけました。完全に頭がショートしていたミコでしたが、この状況で手作りケーキなど出せるわけがありません。亮とミコを置き去りにして、小夏と他のメンバーたちは思い出話に花を咲かせ始めました。ミコは寂しそうな表情を浮かべ、頭の上に乗っかっていた浮かれた物体を
剤をテーブルにそっと置きました。そして何も言わずに席を立ちます。ミコがパーティー会場を去ったことに気づいたのは亮だけでした。部屋に戻ったミコは自分が用意していたケーキを取り出します。こんなの恥ずかしくて出せないよ。そう一人ごちるミコの耳にさらなる追い打ちが襲いかかります。小夏が松永さんの部屋ではしゃぐ声です。避難先にいることも許されず、ミコはリビングに戻ります。異変に気づかない大貫さんと服部さんは何の気なしにミコをゲームに誘いました。そこに松永さんと小夏も戻ってきます。ミコは逃げ出したくなりました。買い出しに行くと口実を作り、そそくさと退出しようとしますが、夜に一人で外出なんて松永さんが許すわけがありません。当然のように付き添うと言いますが、ミコはそれを拒否、主役なんだから会場にいないといけないと自分の感情を悟られない理由をつけて、松永さんと二人っきりになるのを避けました。さすがに松永さんも不審に思ったようです。なんなんだよしょうがねえなとつぶやいた松永さんに、ここで亮が食ってかかります。しょうがないのは松永さんですよ。その一言に失望を感じ取った松永さんは、あと土器を含んだトーンで答えます。ミコを追いかける資格はないと断じた亮。松永さんは、俺は保護者だと反論しました。二人は睨み合います。一人外に飛び出したミコ。そこへ彼女を追ってくる足音が聞こえてきました。小走りで追いついたのは健太郎。ミコを慰めるのに彼以上の適任者はいないでしょう。健太郎は謝罪しました。ミコの様子が普段と違う原因は疎外感であると察したようです。彼は過去の松永さんの話をします。シェアハウスにやってきた当初、松永さんのキャラクターは今と全く違っていたと言います。松永さんは勤めていた広告代理店で人間関係がうまくいかず、会社を辞めた過去がありました。生活費が底をつき、それを知ったミコの叔父は、彼を半ば強引にシェアハウスに住まわせました。しかし、環境が変わったところで、そう簡単に人間は変われません。松永さんは部屋に閉じこもっていました。そんな松永さんの部屋の前に座り込み、ドア越しに延々と話しかけ、彼のことを思い続けたのは、ミコの叔父でした。エルサに対するアナのように粘り強くドア越しに話しかけ、ついに松永さんの凍てついた心を溶かしたのです。ミコも同じように話しかけてもらったことを思い出しました。ミコは松永さんの優しさを受け止められなかったことを後悔します。健太郎を励ましました。ジュン君、ミコちゃんほどのおせっかいを焼いている相手は他にいないから。ミコは今度こそ自分が大切に思われていることを受け止めました。シェアハウスに戻るとリビングは暗闇に包まれていました。不思議そうにするミコと健太郎。そこへケーキの被り物を頭に乗っけた松永さんが現れます。ハッピーバースデートゥーミーと低い声で歌うその顔はろうそくの炎で煌々と照っています。その両手にはミコお手製のバースデーケーキが乗っていました。亮は松永さんと睨み合った末にミコが用意していたケーキの話を打ち明けたのです。ミコが俺にケーキを作ってくれたって聞いてさ、そしたら食わないわけにいかないだろ。松永さんはケーキを一口食べ、うまっと正直に感想を口にします。そしてミコと向き合い、満面の笑みで最高のプレゼントと称賛したのでした。ミコも最高の笑顔で答えます。しかし、パーティーが終わり、後片付けの最中、松永さんのスマホが鳴ります。相手は小夏でした。声聞きたくて。そこから続いた小夏のセリフに松永さんは思考停止したようにほうけた表情を浮かべました。はい、リビングの松永さん7話でした。いやー、地獄のバースデーパーティーでしたね。原作に全くない展開で登場人物たちの暴走が止まりません。皆さん、どんな思いで見てましたか？僕といえば、一人一人の行動に共感ができず、見終わった後にしばらく考え込んでしまいました。登場人物たちの行動を掘り下げてみましょう。1、ミコ。小夏が松永さんと付き合っていたという過去だけを切り取って暴走に暴走を重ねました。ショックを受けるのはわかります。恋愛経験ないですもんね。僕もピュアな成人男性なのでショックを受けるでしょう。しかしそんなミコに手を差し伸べた松永さんからの映画の誘いを断ったのはどういうことだい？アルバイト代を稼がなければならなかったから？その割にはプレゼント買うのを忘れています。そもそも好きな人から誘われたなら喜んでいきませんか？女心が難しい。しかしそれでも小夏がライバルにならないと知り、モチベーションが上がった状態で迎えたパーティー。自分を蚊帳の外に置いて盛り上がる松永さんを目にして、ミコは再びダークサイドに落ちます。パーティーを投げ出して再び部屋に閉じこもることにしました。いや、今日の主役松永さんですよ。寂しいのはわかりますけど、また閉じこもっちゃいます？ミコがいなくなったことにみんなが気づいていたらパーティーどころじゃなくなりますよ。しかしながら突然の不在を亮以外に気にされないままリビングに戻ったミコ。いたたまれなくなり、今度は家から出て行こうとします。僕は7話にして4回目のミコ失踪フラグの予感を感じ取ってしまいました。今回は無事に未遂に終わってよかった。健太郎はグッジョブです。2、亮。5話でミコに告白しようとしていたのが、特に説明もなく急に応援する立場へ同期を強調していました。ミコの松永さんへの思いの強さを感じ取り、戦略的撤退を選んだようです。6話で松永さんは園田さんに告白されたらどうするんですかと確認していたのは、ライバルの出方を伺っていたのではなく、ミコのために調査をしていたようです。同期として。亮はミコと同じく小夏がいた頃のシェアハウスを知りません。パーティーではミコと2人取り残されてしまいました。それもあってか、松永さんに喧嘩をふっかけるという驚愕の行動に出ます。それは松永さんがミコの気持ちに気づかないことに対する怒りでした。いいじゃないですか、今日ぐらい誕生日ですよ。松永さんトランプ持って浮かれてたじゃん。なんで一回り年下の女子高生から寄せられている恋心に気づかないだけでキレられなきゃならんの。3、小夏。わざわざミコを呼び出し、誕生会に行っていいかなと確認を取る謎ムーブを見せました。いや、拒否できるわけないじゃないですか。しかしそれは方便。ミコは恋する相手が松永さんなのか確認する目的があったようです。ミコがとっさに違うと言ったため、
小夏は教え子と恋敵にならずに済むと一安心。本人は否定していましたが、明らかにあの時点でベクトルの方向が決まりました。そして迎えた誕生会、小夏が用意したワインやケーキに松永さんは大喜び。美子は小夏というあまりにも高すぎる障壁の存在を痛感することになりました。しかし小夏はこの後手痛いしっぺ返しを食らいます。美子が拗ねて家を飛び出してしまったのです。この行動に小夏は自分が来たせいで雰囲気をぶち壊してしまったと反省したのかもしれません。美子は健太郎に説得されて帰ってきた頃には彼女は家を後にしていました。いやでもね、小夏さん、あなたがすべき行動は一教育者として夜の街に飛び出していった生徒を追いかけることだったのでは。4、松永さん、みんなに振り回された被害者です。ただ食わないわけにはいかないというセリフに若干引っかかりを覚えたのは僕だけですか？はい、今回はドラマリビングの松永さんの第7話を振り返りました。男性視点での感想が気になる方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。いいねやコメントも大変励みになります。一緒にドラマや俳優さんを応援しましょう。 TVer では見逃し配信が行われています。こちらは無料なのでぜひもう一度どうぞ。 Unext では定額見放題で配信中。見逃しすぎてしまった方、 CM を挟まずに見たい方はこちらへどうぞ。初めての方は最初1ヶ月が無料で見られます。僕も Unext で視聴しています。それでは次回もお会いできますように。バイバイ。